今日は恋、うぐい、にごいを狙ってみます。芋屋はお休みか。監視員のおじさんから年券を買います。おじさん、いない。ここは券不要だけど、先客がいるな。ここで吸い込み釣りをやります。本来はちょろちょろ小川。水深は50センチくらいしかないです。吸い込み仕掛け各種。この中華オリジナルの吸い込み仕掛けを使ってみます。セッティング完了。練り餌は濃いスパイスと、さなぎ粉で、つけ餌は中華のこれ。ポップアップ系だな。まあ、針につけたら沈む。シェイクハンドしまくり。とりあえず、やってみます。やはり、水深50センチ。あの辺は、水深5メートル以上ある。水深差がありすぎて、この辺は釣れないかも。この中華オリジナルの吸い込み仕掛けは、使い物にならないので。日本の仕掛けを完コピーしたこちらのタイプに変えます。真ん中の団子は、針を固定する用途もある。恋、うぐい、にごいがおれば、釣れるはず。さっきいたおじさんは帰ったかな。ここは小魚一匹いないです。あのおじさんはガチ恋しだな。車の中で当たり待ちしてる。移動します。やはり、ガチ恋し。すぐには、帰らないだろう。監視員のおじさんいないかな。
視員のおじさんの愛車が止まってる？まずは、年券を買いましょう。おじさんは、どこにいる？もう待ってられないので、釣り具屋に買いに行きます。これ、おじさんの愛車じゃない。監視員さんが現場で年券を売ると、やっぱり成功報酬ってあるのかな？もし報酬があるなら、顔見知りの監視員さんから買いたい。もし報酬があるのに他で買っちゃったら、会った時にちょっと気まずい。今度会った時に、成功報酬があるのか聞いてみよう。閉まってる。今日は定休曜日ではないのだけど。どうする？そうだ。川沿いに年券を売ってそうな民家がある。売ってそう。密かに監視員のおじさんの家かもと思ってたけど、全くの別のおじさんの家でした。よし、年券入手完了。それでは、釣りを再開しましょう。ファミチキトリュフを買います。トリュフは期間限定だったみたいで、売っていませんでした。ファミチキ、レギュラー。ファミチキ、レッド。水深は 1.5 メートルだな。ストッパーをオフにしときます。もう1タックル出します。ちなみに、これらも中華製です。鯉が釣れないのは想定内だが。ウグイとニゴイが釣れないのはおかしい。つつくような当たりすら皆無です。夜釣りする準備はしてきたけど。粘っても釣れることはないだろう。午後5時20分。当たった。
針がかりしなかったっぽい。お。芸春。まあ、大きくはない。濁いでしょう。芸春。キープしようか迷ったけど、リリースで。夜の湖は凍てつく寒さなので、もう帰ります。それに、どうせ釣れないだろうし。防災放送、まともに聞き取れた試しなし。熊？続きは明日やります。熊太郎を買った。今日も、恋、うぐい、にごいを狙ってみます。にごい&チップスか、うぐい&チップスを作るので、芋を買う。5月の末まで休み。昨日の防災放送は山火事のことだったようです。まだ山が燃えてます。この辺でやります。ここでやります。餌と仕掛けは昨日と同じですが。センター針には熊太郎をつけます。熊太郎の住処を用意してある。繁殖させれば、ケチケチせずに使えます。コイ科の魚は、熊太郎が大好きです。1タックルでは無理そうだな。いいこと思いついた。2タックル3仕掛けでやれば効率的なはず。これで仕掛けの投入がスピーディーに行えます。真ん前に春節線が。熊太郎に食べさす草を探します。型番には酸味があるよな。この草は癖がなさそうでいい感じ。
毒や臭酸や酸味がない草がいいはず。いっぱい食ってな。まだ燃えてる。春節線は移動したけど、ここで粘るのはリスク大なので、私も移動します。さっきの場所と同じ深さだな。午後4時半。何も釣れません。ガチ恋しグループが明日のために場所取りするって。ここで粘るか移動するか迷ってたけど、撮影しにくくなりそうなので、移動します。もはや、薄暗いです。最悪だ。釣り師の軽自動車が止まってる。釣り師は釣りを終えて帰るところでした。ガチ恋師が落としたボイリーを発見。こんなでかいボイリーを使ってるのか。切羽詰まっているので、サイドの針にも熊太郎をつけました。ここは、水深6、7メートルある。当たった。ダメだな。ノーヒット。これがラスト。もう、練りすみ練り餌がないです。粉はあるけど、今更寝る価値はないだろう。ラストに全集中。当たった。おお。ヒット。結構大きいぞ。恋か？ダブルー。大きい方はリリースで。これは揚げて食べます。
20センチくらいの濁いは2度揚げしても、小骨がきついっぽいです。骨切りします。3枚におろして。小骨を切る。じっくり揚げたいので、粉はなしで。粉を振った方がいいな。粉なしだとバラバラになりそうでひっくり返せない。気泡が少なくなったので、もういいでしょう。噂にたがわず、小骨がすごい。試し食い。それでは、いただきます。うまいけど。雑魚の丸揚げと同じ感じの味だな。本年は、中華吸い込み釣りを極めて、ボイリー釣りにも挑戦しようと思います。本年も変わらぬご指導のほどよろしくお願いします。